カフェで書いたら、かっこいいと言われそうと思うけど、ホワイト出したら多分ちょっとやばい。いや、漫画家なんで最後に集中線とかドーンみたいな感じで。よろしくお願いします。ろしくお願いします。今回もホナミルカで。ホナミルカすっごいホナミルカ言いたいんだけどホナミルカさんが来てます。こんなにいっぱいコピックマーカー持ってきてくれてます。今日のチャレンジは、ホナミルカさんが好きな食べ物で食べ物チャレンジです。はい。じゃあ私先に書いてみるんですけど、その後に書いてもらってもいいですか？はい。よしすごい美味しそうなモントタボーから買ってきました。溶けないうちに頑張ってスピードで書きます。はい。じゃあそのままトレースしてもいいかな鉛筆よりチョコレートチップスで書けるかな。お、書けてるわあ、すごい溶けてる。すごい美味しそうな絵ですね。最初からアドバイスありますか？例えばチョコレートじゃない方がいいとか。ペンと鉛筆で。ペンと鉛筆でやってみよう。美味しく書けてます。どうかな？このドーナツの一番綺麗な角度はどう思いますか？この今から見えてる視線が美味しそうです。やっぱここからこっからなるほど。いやー難しい。誰のアイデアだとこれチョコレートチップスだと大きい方がいい、小さい。食べたことないかもしれないです。こういう大きさのチョコレートチップスはそうですね。食べたことないんだ。初めてなんだ。見たの。素晴らしい体験ができてますね。はい。いろんな角度で見てるから多分もう食べれなくなっちゃいますよね。ホナミルカさんは途中に食べちゃったりしない？しないですね。ちゃんと最後まで我慢するんだ。我慢しますね。じゃあ結構早く書いてるんでしょうね。じゃあこういうドーナツとかどれくらい時間普段かかりますか？リアルタッチとデフォルメタッチの書き方で2つの書き方あるんですか？はい。それによってまた時間違いますけど。よし、実践入れます。じゃあやっぱり実践はチョコレートでこのシーンを取ってチョコレートを入れ替えるか。トレース台使いましょう。普段使ってますか？普段でも結構使う時ありますね。カフェでも？カフェでは使わないです。自分のトレース台出してドーナツ書いてる。かっこいいですね。かっこいいね。ダメかもしれないけどわざと荒く書いてる。それの方が食べ物っぽくなりますか？美味しそうに思って書いてれば何でも美味しくなります。何か美味しいチャンスとかありますか？美味しくなれ、美味しく美味しくなれ、美味しくなれ、と美味しくなれ、美味しくなれ。っていうかトレース台出したけど全くそのまま同じカメラなぞってるだけですね。これダメなの？美味しくなれ、美味しくなれ。もう一回最初からすごい美味しく書けてるようにできてる気がする。それなのかただお腹空いてる？そうですよ。お腹空いてる時に書いた方が一番いいかもしれない。そうね。ドーナツ以外どんなものを普段書いてますか？旅行とかに行った時に、そのご当地とかで食べた美味しそうなものとかを。一番不思議な食べ物は何でしたか？最近書いたのがスペインに行ったんですけれども、その時にブロッコリースープが今までに飲んだことなくて。でも美味しそうだね。書くために行ったんですか？でも書くのも、第二の目的みたいな感じで行きました。なるほど。大変だったよ。ドーナツ色をつけたらドーナツになるでしょ。色マーカーコピックで再現しようと思っています。緑ですね。緑。こうやってすごい本物があるとこうやって比較しながら、これでも近い。よしやってみよう。気持ちいいねコピック。いいですよね。なんとなくこの色は暗すぎた。すごいカメラで全く正しい色になってるけどこの絵を見てなんか怖いなと思っている。なんか層ができますね。そうなんかくっきりした感じのストライプ模様みたいな感じ。プラスチックじゃあそういう設定にしましょう。そういうお店
の前に出すための食べ物よしチョコレートこれ楽しいところなんかやっぱり一番美味しいところを最後にしてよかったでもなんかコピックの使い方よくわかんないからなんか変な模様ができちゃってるもう諦める最初は美味しくできてたのに、コピック難しいよでもなんか美味しくなってるコピックは素晴らしい時間を少し待ったら美味しくなるでも確かに筆で書くのと似たような感じなんであんまり慣れてないとそう大変ですよね。本名ミルカさんは全部アナログで書いてますか？デジタルも書いたりします。でもやっぱり食べ物はアナログですか？アナログの方がやっぱ美味しくはなんかドーナツよりハンバーガーですねこれこの境界を少しこうやってブレンドしたらうまくなるかな、でもやっぱりこれもなんかやり方ありそうはい完成です。これを書いてみました。泣きます終わったのにまだ食べちゃダメなんだ。食べてホラメリカさんお願いします。はいじゃあこれはもう今回はもう少し厚い紙で書きましょう。はいよし角度選んでます。やっぱり本物を見ながら書いた方が書きやすいですか？そうですね。写真撮ったら写真撮ってもどちらかというと本物あった方がやっぱいいです。なんかこのドーナツはチョコレートが結構ランダム感になっている感じがするのでこういったなみなみ感を私基本の形なんか集中してたからあんまりディテールが入ってなかったら結局遠くにもちょっと垂れているチョコレートとかもやっぱりこのドーナツはなんか上のチップスがすごい特徴的なので、やっぱそこはしっかり描いた方がいいんじゃないかな。最初の頃は写真撮ってなぞってましたか？なぞりはしてないですね、写真撮っても一応見て描いてました。なんかなぞっちゃうとちょっと機械的になっちゃうみたいな、感じがあるので、仕事の依頼として頼まれてる時にどっちが大事ですか？なんかリアル感か可愛い感とか、相手の要望に合わせることを、とりあえずまず一つにしてて、あとは、自分的にはどれだけ美味しそうに見せるそれだけは自分なりに出してはいます、でも結構いろいろあるんですよ。デフォルメでお願いしますとかリアルでお願いしますっていうのはどっちが一番多いですか？デフォルメのやつで点数をすごい多くっていうのが多いです。影ですか？影だけはちょっと先に。全然考えてなかった初めて食べ物を書いた時は何のきっかけだったんですか？学生の時に課題としてその後は普通に書くことはなかったんですけれども、コンビニのバイトをし始めた時に、店長からポップでパンのイラストポップを描いてって言われてその時になってから食べ物イラストをよく描くようになりで、なんで店長が絵描きしてるって分かったんですか？それは最初の時の面接で。じゃあせっかく絵描ける人がいるから描いてもらおうか。そういう感じです。いい機会でしたね。いい機会です思ったより結構境界線しっかり描くんだ。入れちゃいました色を早速塗りますでは色をつけます。ここら辺はさっきと同じ感じで、この前の話で美味しくなるオレンジ気になる。この7本で増えるかもしれない。増えるかもしれないで、薄いバナナ色っていうか何色？黄色。これはバリウムイエロー。バリウムってなんだっけ？光るからでも全体的に最初薄い色をつけちゃいます。その上にもっと暗い色。その上にどんどんこれから色。じゃあそうするともっとうまくブレンディングになるんですか？もうすでに美味しく見えてます何これ
斜めで斜めで描くっていうよりも最初に力を入れてどんどん力を抜いてって描くことでどんどんちょっと薄くなるみたいな感じで描いてます。そういう風にグラデーションができるんだ。そんな感じで美味しそう。重ねて描くともうちょっと濃くなったりもするので同じ色で。今使ってる色は同じ色なんだ。まだ同じ色です。じゃあコピックは1本だけで重ねることで他のグラデーションができるんだ。はい。コピック以外のブランドとか使ったことありますか？ありますあります。たまに混ぜて使う時もあります。今日は持ってきてないですけれども家に他にはあります。でちょっと影をつけて。形は少しその辺でへこんでますよね。へこんでて。でちょっと発色のいい黄色で一番手前の黄色あたりを美味しくなってる。で奥のところもちょっとグレーで濁らせたりして、いろいろ探してますよね。そうですね。焼けてるところとか黄色くなってるところとか、まあやっぱり経験食べる経験ドーナツすごい美味しそうに見えるからちっちゃいキャラクターこれくらいここに描きたいんですよね。本当はでっけードーナツでっかいドーナツドーナツシティめっちゃ可愛いと思いますこの辺にいろんな窓とか入れてドーナツ人が住んでる街。ドーナツ人ドーナツ人になりたいな。何してるんですか？ドーナツ毎日ドーナツ食べてるでしょ。それにみんな頭はドーナツになってる。髪型までドーナツ。そう腹減った時にチップスを取って自分を食べるんですか？チョコレートのペンダークブラウンが現れました。そして境界線に沿って塗ってどうなるでしょうか？でもチップスの形に入らない。そしてチョコレートの色から変えてウォームグレーに戻ってます。ブレンディングします。まさかこんな展開。灰色のところはハイライトですか？ハイライトと茶色い部分の中間色。ハイライトは灰色と灰色の間に来るようで。私が描いたように一つの茶色だけじゃ立体感が全くないですね。鉛筆の線で描いても鉛筆の線が全く最終的に見れないんですね。結構消えちゃいます。色塗り終わったらミニペンとかで足してますか？場合によっては足したりはしてますね。よし、チョコレートのところはチョコレートのところはまだ色がないんですよね。何色がここに入ってますか？入ってないですね。紫はこういうところはデジタルの強みですね。そうですね。デジタル何でもあるからお家にもっとコピックはありますよね。そうなんです。今日は全部を持って頑張って持ってきてくれたのにいつも食べ物描いてる時は自分のスタジオで描くかカフェとか。カフェでは描かないですね。本当？せっかく食べ物が好き趣味があるのにカフェとか行ってその場で描かないんだ。いや、なんか人目が気になっちゃう。そうね。花見るかさんがコピック持ってコーヒー飲みながらっていうかコーヒーは飲んでますか？コーヒーは飲みますね。じゃあちょうどいいじゃん。おお、秘密の美味しいペンがどういうところで美味しいペンを使いますか？なんかちょっと色味が足りないなっていうところにちょっと差し色としてメイクのチークみたい。そうね。ちょっと笑ってるようなドーナツ。でもこうするとちょっとなんか美味しそう感が出てくる。本当差し色なんですけど。そうだね。あとチョコレートのところでホワイトが出ました。ホワイトがちょっとハイライトを入れてあげるとチョコレートのテカリ感があって。本当に食べ物が好きだね。カフェで書いたらかっこいいと言われそうと思うけど、ホワイト出したら多分ちょっとやばい。ホワイトだ。何？いや漫画家なんで。そして最後に集中線とかドーンみたいな感じで完成ですか？完成ではい、ありがとうございます。美味しそう言っちゃダメかもしれないけど本物より美味しく見えてます。二次元の方が美味しく見えてます。光ってる。差し色とハイライトはすごい最後に少しだけ入れたのにだいぶ印象が
変わりますよね。じゃあ比較しましょうか。いやー、このドーナツを描きますというチャレンジでしたが、はい、こんな感じでした。ドーナツよりパンとパンの間にカスタードクリームのレイヤーが置いてありますよね。チョコレート湖の中に石がちょっと浮いてるっていうか、はい。そしてその後にホナミルカさんがこのドーナツを購入しました。私ドーナツよりこの紙を食べたい。欲しかった色が1個足りなかった。ちょっと足りなかったのにこんな差があるんですよ。何？特別なサンドイッチですね。カスタードっていうかオムレツかな。いやでもスイーツっぽい。スイーツっぽい。よかったよかった。怖かったからすごい薄く輪郭を描いたけど結構しっかり描いても大丈夫でしたね。大丈夫ですね。それにこのグラデーション、最初からこの全然グラデーションになってないグラデーションの方がちゃんとこいつと似たような色になるし、やっぱ立体感があるといいのでいい笑って大丈夫、笑って大丈夫。なんか湖って言われたのがちょっとツボに入っててそうは思ってなかったはずなんです。湖これ湖。やっぱ食べ物のなんか美味しそうに見えるのってテカリが結構重要なので、ハイライトとかなんか立体感を見せた方がやっぱ美味しそうに見えるコツかなっては思います。まあ最後に入れたハイライト、ホワイトで入れたんですけど、ここら辺とかあと、まあ、ここら辺にちょっと立体感を出しているので、そういうところで美味しい。この辺と内側と比べてこっちの方がなんかサイドが高い方ですね。サイドが高い方が手前に来て見えるので、まあ最後に入れたオレンジとかもそうなんですけども、鮮やかな色を結構手前に持ってって目を引くようにはさせています。ホナミルカさん、ドーナツ帰ってくれてありがとうございました。ありがとうございます。食べ物はこんな感じだよ。こうじゃない。という勉強になりました。ホナミルカさんは他の動画にもいますので、ぜひそれも見てください。そして SNS、Twitter、インスタなどホナミルカでやっておりますので、ぜひチェックしてみてください。概要欄に貼ってありますので、あとは登録お願いします。よろしくお願いします。じゃあね。6月9日に横浜ハンドメイドマルシェ2019にて出店します。ハンドメイドで作った動物のアクセサリーや雑貨などを販売するので、よかったら来てください。通販とかでも買えるんですか？通販でも買えます。どういうサイトですか？ミンネとか、クリーマーイーチっていう通販サイトがありまして、そこで販売はしてます。まあこんなものです。そうなんだ。今つけてるんだ。つけてる白クマとか